はい、皆さんおはようございます。ということで本日は引っ越し当日です。もうあと30分で立ち会いが来るんですけど、ようやくギリギリに荷物をまとめ終わりました。もうこの部屋ともお別れですね。1年間お世話になりました。思ってたよりも広い。ロケーションが最高。さようなら北海道、お世話になりました。
残念ながら星は全く見えないですね。実に多種多様ないびきをする人がいて、多分自分が確認しただけでも10通り以上のいびきをかいてましたね。あとはなぜか夜中にスルメを食い出す人とかがいて、いろいろな要因であんまりほとんど寝ることはできなかったですね。やっぱああいうところに泊まるときは耳栓とマスクとアイマスクは必須かもしれないですね。できるだけ顔を鈍らせるっていうのが大事なんだなっていうことを思い知らされました。はい、というわけで約1年間の北海道生活が終わってしまったんですけど、いや本当にあっという間でしたね。というわけでここからはフィリピンに行く前にどうしても行きたかったディズニーシーに行ってきた動画を見ていただきながら北海道生活をまとめたいと思います。まず良かったところとしては、一つ目は過ごしやすい環境だったっていうことですね。特に夏場は本州よりも4度から5度くらい気温が低いので、暑いのが嫌いな僕としては本当にとても良かったです。で、2つ目は、自然が豊かなのでストレスが溜まりづらい環境だったっていうところですね。でもその代わりやっぱクマとかも結構出てくるので、不用意に山とかそういう自然の中に入っていけないっていうのはちょっと難点ではあるんですけど、やっぱ自然が多い方が自分はいいんだなっていうのを再確認させてもらいましたね。で、3つ目は何といっても食べ物が美味しいところです。海の幸も山の幸も本当に美味しかったですね。水が美味しいと食べ物も美味しいって聞いたことがあったので、多分それもあってやっぱ北海道は水がきれいで美味しいんだろうなって思いました。で、次にデメリットを挙げるとすると、やっぱ1つ目は電気代が高いっていう点ですね。これも工夫次第ではだいぶ安くできるとは思うんですけど、生活する上で電気代っていうのは切っても切り離せないので、ここはやっぱり少し辛さを感じましたね。で、2つ目は車がないと不便だったっていうところです。やっぱり土地が広大なので、一つ一つの場所の距離が結構離れてるので、基本徒歩移動の僕はどうしてもしんどさを感じる場面が多々ありましたね。で、3つ目は、やっぱり冬場の環境かなと思います。大体の人が北海道をイメージすると雪がすごいっていう風なイメージがあると思うんですけど、ただ僕の場合は千歳市に住んでいたので、思っていたよりも雪は少なくて、ほとんどあんまり辛さを感じることはなかったですね。ただ場所によっては本当に雪の影響で外に出れないとかもあると思うので、ここは本当に住む場所次第かなって思います。で、最終的に結論としては、北海道生活は本当に全力でおすすめできますね。やっぱり住むエリア、雪が多い場所と、ほとんど降らない場所っていうのがあるので、そこはしっかり調べて、で、あとは部屋ですね。部屋の構造とか設備とかそういうのさえちゃんと考えれば、もうかなり快適に一年中過ごせる場所なんではないかなというふうに思いました。結論本当に僕はとても幸せな1年間でしたね。というわけで
これにて北海道生活編は終了となります。で、次からは、ね、フィリピン留学編をお楽しみいただければなと思います。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さん今週もお疲れ様でした。また来週も元気にお会いしましょう。バイバーイ。